found myself in the dark of the night when I was lost, needed a revive. はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構この動画が公開される前にですね、はい、4色編っていうのを撮りまして、はい、ありましたね。4色の逃走者でいいなと思うやつを今日はやってきました。なるほど。その発表がもうこんな先になってしまうということになるんですが、まあしょうがないですね。はい。今日はメレティスのキナイオスとティロになります。はい。言いにくいです。もうこれカタカナが長くてね読みにくいんですよね。結構人気の色みたいで、はい。いわゆる黒抜き4色。黒抜き4色。はいはいはい。の C16 のカードなんですが、はい。まあ詳しくは4色編、見ていただければと思いますんで、他の4色も紹介してますからね。他の4色も紹介してますから、そっちの動画のリンク貼っておきます。はい。でまず能力を説明させていただきます。はい。4マナー黒抜き、黒以外の4マナー。はい。で28です。28。あなたの終了ステップの開始時にカードを1枚引きます。はい。で各プレイヤーはそれぞれ。まず僕は引くんですよ、でその後各プレイヤーは手札から土地を出していいと。はい。でそうしなかった各対戦相手はカードを1枚引く。なるほど、はい、という効果です。はい。すげえ簡単に説明しますと、はい、僕はエンド時に成長の螺旋ができるんです。はい。で対戦相手は土地を出すかカードを引くかっていうのを選べると。そういうことになりますね。はい。っていうカードになります。はい。でこれはもし土地を出さなかったらカード1枚引かなきゃいけません。対戦相手必ず引くんです、ね、必ず引きます。はい。お互いドローのカードです。そういうことになりますね。で仲良くやりましょうよというトークをするんですが、はい。まずここで1個まず騙されてるのが、みんなドローするように見えるじゃないですか。はい。これ違うんですよ。なるほど。これはね、自分はドローじゃないんです。成長の螺旋してるんです。まあ確かにね。効果がちょっとね違うんですよこれ。そうなんですよね。おっしゃる通りで。そうなんですよ。これねちょっと違くて、みんなドローしてますよねって言いながら自分だけ成長の螺旋してるんです。これは大きな違いなんですよ。そうですよね。はい。他の人たちはどっちかしかできないのに自分は両方してるんですよね。そうです。これまず騙されちゃダメです。騙されてください。わかりました。でどんなカードを入れていくかっていうのは、僕が最近関東常盤連合さんにお世話になってて、そこのなんかやってるお互いドローっていう感じのノリを、これをかなり組み込みました。なるほど。はい。でそこのお互いドローのカードっていうのがいっぱいあるんですよ。ありそうですよね。この色には。はい。例えば2代目ドクター。はい。これはアゾレウスの4マナ24で全てのプレイヤーの手札の上限なくなります。はい。で、終了ステップにみんなドローしていいですよと。各プレイヤー。はい。で次の私のターンまでドローした人は殴ってこれませんよと。これは自分にですかね。プレインズウォーカーもパーマネントも攻撃できないんで、私に攻撃できませんよ。なるほど。他のところには行けると。行けます。なるほど。逃走者っぽいですね。でこういうお互いドローのカードってめっちゃあるんですね。例えば吠えたける鉱山とかあるじゃないですか。でこれいいカードがありまして、貪欲の角笛。はい。これは3マナーのアーティファクトなんですが、土地を1つプレイするたび、プレイヤーが、そのプレイヤーはカード1枚引く。なるほど、いいですね。一応このティロの効果とは、一応噛み合ってないんですが、プレイするたびなんで、プレイしなきゃいけないんですが、プレイするたび、みんな引けます。はい。なるほど。よろしいですか。これは引くですね。これ引くです。強制です。じゃあプレイしたら必ず引かないといけないと。でこれもちょっと最近学んだんですが、神話の水盤というカードがあるんですけども、4マナのアーティファクトです。で各プレイヤーはドローステップの開始時にそのプレイヤーはカードを追加で2枚引く。3枚引ける。みんなです。みんな3枚引きます。はい。みんなどんどんドローしてこうねっていう構成にするんですね。めっちゃありがたい。ありがたいですよね。ありがたいんですが、ちょっとだけエッセンスを加えようかということで、
ハイマール落書き屋というカードが新しく加わりまして、一気にだけなくなってきたぞ。これ3マナのアーティファクト3-2で、はい。アップキープの開始時に各プレイヤーカード1枚引く。はい。ここみんなです。僕のです。僕のはいはいはいアップキープの開始時にみんな1枚引くっていう。はいはいはい。タイミングがちょっと他のカードと違うと。はい。で、対戦相手1人がカードを1枚引くたび1点ルーズはい。なんですよ。うん。対戦相手は1枚引くたびです。はいはいはい。急に引きたくなくなってきたと。はい。で、それが赤のカードでありまして、カミソリ族のトゲ頭。はい。これダスクモーン。最近のカードですね。2マナ2-2で、あなたのターンは先制攻撃で、対戦相手が1枚引くたび1点ダメージ。こっちはダメージなんダメージですね。はい。で、まあ、いわゆる、精神の病を這うもの、はい。みたいなのちっちゃいバージョンコストが随分と軽くなって。みたいなのが、はい。まあ、いるだけです。まあまあまあ、いるだけって言ってもいるだけです、これ40枚引いたら人死にますからね。まあでも、そんなにヘイト上がんないですよ。まあ、実際そう。ちょっと、まあ、うんこれで実際そうっす、相手を減らさしてるふりをするんですよ。はい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 。実は。まあ、他に逆に殴る手段がそこまで多くはなさそうなんで、そうなんですよこういうカードで、いや、クロックやぞっていうのは。っていうねいいですね。はい。まあ、あと、例えば、まあ、中ファッティで、うんうん。まあ、ライラ悪山ぐらい立てとけば、ああ、こっちの盤面は殴ってこれないんで、うんうん、いいですね。ライラ悪山立ってるだけなんでまあまあ言えば、二代目ドクターもいますからね。言えますから、はい殴ってこれないようにして、はいで、まあ、例えばなんですが、思考会議っていうカードがあるんですけども、はい。これはアゾリウス5マナの08。 08。はい。プレイヤー1人が自分のターン内で2枚目のカードを引くたび、あなたはカードを1枚引く。ああ、はいはいはい。ってことは相手は2枚目のカードを大体引くので、はい。 1枚引きます。はいはい。で私、が2枚目引いた時ももう1枚追加で引ける。プレイヤー1人だからそうですね。はい、そうですね。で、プレイヤー1人が自分のターン内で自分の2つ目の呪文を唱えるたび、はい。白の22の騎士トークンを出す。なるほど。で、2つ、だから引いてるんで、はいはい。 2つ目の呪文を唱えますよね。ああ、なるほどなるほど。横並びできるんですよ。ああ、トークンが並ぶと。トークン並びます。いいですね。はいはい。まあ横並びできるカードってまあなんとなく入れといた方がいいかなって僕は組んでて思ったんですが、うんうん。まあこのマローの魔術師グリーンスリーブスっていうカードがあるんですけども、はい。 5マナの土地土地のクリーチャーです。はい。でプロテクションプレインズウォーカープロテクションウィザードって僕は使ったことないんですがいや、意外と使わないけど、染みてる可能性がいやでも一度もないですないかも。で上陸土地が一つあなたをコントロールから戦場に出るたび33のアナグマクリーチャートークンは1体生成する。はい。まあタケルクルベイロスうん。みたいなので、まあ、要は横展開今のみたいな感じでしていこうっていう。うんうんうん。はいはいはい。これ横展開する意味っていうのが実はありまして、はい。これめっちゃ引くコンセプトじゃないですか。はい。めっちゃ引くカードいっぱいあるんですよ。うん。でとにかく相手にも引いてもらうとうん。ラスする可能性っていうのがはい。結構あるんですよ。なるほど。結構ラスします。自分がいや相手がです。相手がラスします。相手がってます。相手が要はラスしてくる盤面になってくるんですよ。はいはい。でいやいっぱい並びました誰かがラス打ちますいっぱい並びました誰かがラス打ちますみたいなことになります。はいはいはい。なるほど。なのでこういうカードをちょっと入れて展開してったら殴りやすい。はいはい。でラスを相手が打ちやすくなるんで、うんうんうん。でラス打ってもまた手を出し直せばいいですから。はいはいはい。なるほど。はい、結構よく何回も出てくると思います。まあ正直ティロがいるだけだったら別にはいそこまで脅威ないから。ないですないですでまあそんなんでどうやって勝つのかとはい。疑問に思う方もうんいらっしゃると思うんですが、はい。まず、手札上限をはい。なくすカードを入れた方がいいんじゃないかなと思いました。はい。それは必要なかったです。ああ、なるほど。なんでかっていうと、もう手札全部使ってっからです。ああ、もう引いて、まあ引いてそもそもあれですよ、成長の螺旋だから手札増えてるように見えて、で、もう使ってるんですよ。置いてるからね。置いてるんです。引いたら置いて、で、使うんで、はい。手札どんどんなくなってくるんですね。うん。2、3枚しかなかったです。これなんか手札すごい引くのに。あれ、おかしいな、みたいな。おかしいなみたいな。はい。で、まあ、どんな勝ち筋があるかとはい。言いますと、まずですよ。まず、ビッグマナー。なるほど、はいビッグマナー。ビッグマナーになるじゃないですか。まあ、最終的に土地いっぱい並べられそうですからね。並べられそうですよね。はい。で、こうビッグマナーの呪文打ち消されたら困るじゃないですか。はい。困りますよね。まあ、そうですね。これがですね、
打ち消しがどんどんなくなってきます。なるほど。これは相手に引かせてなんやかんや言うてると打ち消すタイミングってどこでもあるじゃないですか。そうすると後半になればなるほど、いやもう打ち消しねえっていうタイミングが分かるようになります。なるほど。なるんですよ。そういうメタテクニックというか、そうですね、読み合いのところで現れてくるってことですね。これ打ち消さなきゃダメじゃんっていう呪文が通ると、もうじゃあみんな打ち消しないんだなってなるんですよ。まあ確かに確かにでそこで大きい呪文で通ったら勝ちなカードっていうのがこの弾ける力という、2マナ赤の XXX、トリプル X です。でプレンズウォーカーやエニーターゲット X 個対象とします。で弾ける力それぞれ X の5倍の点数のダメージを与える。なるほどね。いいですよね。これ何マナで打てますかね。これは X 例えば4とかでどうですか。4で打ちたいってなると14マナ。14マナぐらい出るでしょう。14マナだったら全然出そうですけどね。出そうですよ。4マナで20点から6ですよ。20点20点ですよ。勝てそうじゃないですか。勝てそうじゃないですか。でもカウンターがないけど代わりに変更畑じゃない。変更畑は効かないか。効きます。変更畑は全部変更できる。変更畑は全部できるのか。単一じゃないか。変更畑。だから対象変更とかされて自分に降ってきたらやばいです。一応通ったらカテージも入れておくのもいいんじゃないかと。でもそれは大事ですよね。大事です。であと森の目覚めっていう方がありまして。土地が3マナのソーサリーで土地が全部22のエレメンタルクリーチャーになるっていう。なるほど。破壊不能で到達です。ターン終了まで。次のターンまで。あなたは次のターンまで。いいじゃないですか。これもこれいきなりなんか土地が殴り出すっていうので、土地並んでるんでこっちは1対1とかになれば。確かに。1対1とかになればなんかいきなりクリーチャーがいっぱい並んでそこで殴ってくるみたいなもんですか。そうです。あともう一個これ1対1になると勝てるっていうカードがあるんですが、白の太陽の黄昏。10で打つと何が起こるんだろうみたいな。5以上ですね。ごめんなさい、5以上ですね。であなたはまず X 線のライフを得る。まず X 線ライフを得ます。で毒性1と要はこのクリーチャーがブロックできないってダニいたじゃないですか。ダニですね。大体10で打つんですよ。なんでかっていうと10体ダニトークンが出てくるからなんですよ。なんか僕も勝手にそのイメージが強すぎて10って言っちゃったんですけど僕も勝手に10だと思ってたんですが5以上なんですね。で5以上であるなら全てのクリーチャーを破壊する。そのダニ以外ですよね。ダニ以外です。なんで10で打つんですよ。10で打って次のターン勝つぞと。そうですっていうラスできちゃってっていう可能性もあるじゃないですか。1人遅れますよねこれで。裏切り出していきなりであともう一個勝ち筋がありまして、空想の書物という、これは2マナのアーティファクト青なんですけど、手札の上限みんななくなります。で XX でタップで各プレイヤー X 枚カード引く。いいじゃないですか。噛み合ってるじゃないですか。でそこまでで3マナタップで対戦相手はそれぞれ手札にある枚数分自分の墓地にミルします。結構ミルする数が増えそうですね。そうです。これはよくあるんですが、ライブラリーアウトで負けることはよくあります。なんか膠着しちゃったりするとありえそうですよね。それこそさっきのラスじゃないですけど、だから流されてこれだけ残ってるみたいな。そうなんですよ。で手札消化できないみたいなそうなんですよ。だからこれ結構カジュアルだとありえる線と言いますか、今みたいな感じで勝っていくんですが、結構強めの構成になってます。なるほど。カラーリングがそもそも4色使えますからね。面白カード、2枚紹介したいんですが、まず英語にはしゃぐものというカードなんですが、4マナの青の55の飛行スタッツ強いですね。デメリットですから本来としたらデメリットですね。場に出た時これを唱えていた場合対戦相手1人に相手に追加ターンを与えるというカードです。であなたがコントロールしているプレインズウォーカーはプロテクションそのプレイヤーを得ます。相手に追加ターンを上げて、で
1対1を消耗するというカードです。はいはいはい。簡単に言うと、まあ、すごい展開してるところに追加ターンを上げて、で殴ってってくださいよって言って、自分以外を殺してくれしてさっきの裏切りカードを打つという。なるほどなるほど。これ結構よく使うと思います。いいと思います。はい、いいカードですよね。僕も結構使ってますこれ。でこれは、関東常盤連合で学んだ一つのカードなんですが、精神壊しの罠、マインドブレイクトラップ、はいこれがなんとカジュアルだと意外と受けます。意外と受ける。受けます。これ3枚目の捉えた3枚目以降の呪文を捉えた時に0マーで打ち消しできるっていう、で追放できるっていうカードなんですが、これがですねなんとカジュアルだとなんだウィルかよと。打ち消そうかなと思った時になんだウィルかよって言ってこれを打つとおおすごいってなるんでなります。これ結構面白いなと思いました。これあれですよね、結構実は下の環境とかで、それこそ先ほど言ってウィルとかが絡むようなデッキの対戦とかで、ウィルこれみたいな感じで、これ C の統率者ではよく使われているというか、そうですそうです。C の統率者だとなんか打ち消し合いがドーンって始まって最後にこれを打って全部そんなところにしてくださいっていうカードなんですが、そうですよね。そうですそうです。だからカード自体は強いんですよね。強いです強いです。ただカジュアルで打ちどころあるかみたいなところは確かに。このデッキだとみんな引くんで。確かに。そういう場面が起きやすいんじゃないかと。3枚目は起きやすいんですよ。はいはいはい。でこいつがかなりいいんじゃないかなという形になってきますかね。まあそんな感じでやってったんですが、いかがだったですか。まあ引くのって楽しいんで。これ意外とみんな引いてるんで、勝っても嫌な顔されないんですよ。いやおっしゃる通りだと思いますよ。そうなんですよ。これ多分これが相手だったら事故らないですよ自分。そうなんですよね。でもそれ以上に後取ってるのは実は自分っていう。そうなんですよ。これだからカジュアルとして考えるとかなり面白い、いいデッキになってるんじゃないかなと。すごいいいプレイ体験はできそうですよね。だからかなり面白そうになってますんで、高評価80いきましたらリスト公開しますんで、もうある程度できてます。なので高評価チャンネル登録お願いします。あとハイプもお願いします。お願いします。あと入りそうなカードコメントいただけるとありがたいです。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。